でも未経験なわけじゃないですか。未経験です。はい。全部一から教えてくださいって感じ。そうです。全部一からまあただクソ生意気だったんで。そうなんです。多大な迷惑をかけましたね。こちら最初ですね。黄金シャモの胸肉とイチジクレンコン豆腐です。すいません。すいません。これタクちゃんっていうんですか。タクちゃんなんですね。そうか、ああいう漢字書いてタクちゃんっていうんですか。下の字はもう完全当て字なんですけど。そうですよね。はい。感じですね。僕のあだ名はタクちゃんだったし。あれ、ただしさんなんですか、名前は。100円です。あ、絶妙に違うんですね。そうです。僕の母親がただしってつけたかったので。で、ただしの中心から中国で。茶太郎みたいになんかいろんな鳥使うんですか。今3種類ですね。3種類。ゴロゴロ鳥と栃木シャモと黄金シャモです。この間も行ったんですよ。はい。相変わらずでしたね。ボリューミーで。ボリューミーで。すごいですよね。もう。どんどん増えてんじゃないですか。4種類ぐらい出たかな。こちらがホロホロ鳥の胸肉の肉じゃが仕立てですね。上がインカの目覚めで作ったじゃがいも醤油とジェノベーゼが乗ってます。不思議な。うまい。ジェノベーゼソース。うまいですね。次が肉詰めのあけびですね。ちょっと苦味がありますので、上にあけびの身とあとは味噌ですね。つまみ結構変わってますね。普通の焼き鳥屋さんとはちょっとまた違う感じに選ばれてるんだろうなと思って。そうですよね。美味しいです。ね、あかねさんもあるし。なんか大衆の焼き鳥のチェーン含めれば97店舗くらいあるんで。はい、栃木シャモの胸肉。はい。おいしい。結構高い位置で焼くんですね。逆に高いです。ダクトで吸わせるのにちょっと高めにいったら。そういうことなんですね。はい、上2つが黄金シャモで、真ん中が栃木シャモで、一番下2つがホロホロシャモ。すごいですね。3種類。全然味は違うんだ。食感も違う。ところちょがまあちょっと抜群にうまみが一番下で。真ん中は結構うまみすごいです。そうですね。栃木シャモもうまい。黄金シャモが結構油が乗ってたりするので。これ面白いですね。一口で食べ比べ。内容はなかなかやってるとはやってることないし。金子さんのところに何年ぐらいいたんですか。4年くらいですね。3年11ヶ月くらいだったんで。その前も焼き鳥屋さんだったんですか。いや、看護師。看護師。へえ。全く違う業態で。
そうですね。もう焼き鳥屋になろうと思ったんですね。はい。だからいつかは飲食やりたかったので、へそれがまあ食べ歩いてるのが一番多かったですね。焼き鳥だったんですよ。で、いただきます。はい。上が黄金しゃもで、下が栃木しゃも。はい。さっぱりしてますね、栃木しゃも。さっぱりします。はい。しゃもの油に比べたら軽いんで。はい。はい。一口でこうやって食べ比べし、大体基本的にそういう感じなんですけど。には、はい、できるので、レバーとかはちょっといいですけど、できるものはなるべく。いいですね。はい。そこまで食に向き合ってくれる人だったらいいですけどね。でもまあ、なんか違う。ああ、まあそれでもいいですね。まあ、それで、まあ、試してもらえる。これうまい。豆腐が甘ければ甘いとそれ美味しくなる。栃木しゃもの卵を使ったまさきの茶碗蒸しですね。上に栗のすり流しが乗っかってます。すごいね。あ、松茸だ。おいしい。なんかこうやって一品料理凝ってくれるのすごいいいですね。記憶に残りますね。でも大将すごい食べ歩いたんだなと分かりますよ、それで。違いを出さない。東京だとあっという間に。飲まれてきちゃって。あれ？柏原柏原さん。あ、品川です。ああ、そうすいません。なんかワインありますか、また。違うやつに何でも。じゃあすいません。白がいいです。はい。これ12000円。モンベリは最高っす。最高です。うまっ。臭みゼロ。まろやかさと甘さ。めちゃめちゃうまい俺。そんな近火でこの感じになるんですよ。まあそうですね。だってなんかゼリーみたいな感じでしょうね。ホロホロ超うまいな。燻製の盛り合わせでコロコロ調の手羽中と栃木しゃものささみ、あとはホロホロ調の胸肉の巻き焼きになります。すいません、いいですかワイン。すいません。あ、いいです、これはい。飲み物代気にしないで飲めれば。そうですけど、店のことは心配になってくるんですよ。まあ、今後奥のテーブルまで使って、まあ、2回転できるようになれば、あとは儲けが出てくる。今って正直事前事業じゃないですか。ねえ、そうですよね。はい。まあ、でもしばらくは多分そのまま。燻製だ。すごい努力では。本当にようやってるよ。この金額で頑張ってみて応援したいよ。看護師からいきなり焼き鳥屋になるって言った時に、なんかどういうふうに焼き鳥業界に入り込んでいったんですか、それって。なんかすげえ気になるんですよ。それこそ食べ歩いてたんで。あ、顔見知りになるってことですよね、食べ歩いてたから。それちょっとで、まあそこでまあそういう機会が争点系でも別に絞ったわけじゃないですか。ただ、まあ、一番美味しかったのはやっぱ自分で働いたところだったんで、まあ、そこで働けなかったら看護師やってる。そうなんです。はい。じゃあ休日の日に行って食べてって感じですか。そうですね。休みの日に結構都内とかも行ったので、
でも未経験なわけじゃないですか。未経験です。はい。全部一から教えてくださいって感じ。そうです。全部一からまあただクソ生意気だったんで。そうなんだ。多大な迷惑をかけましたね。まあ、あっという間の年間でしたですね。でもあそこで得たものでかいっすね。いやー、やっぱそうですね。予約取れないからね、今。この間来てたお客様がだいぶ先ですね。半年くらい先だった。しょうがないけど。いやー、そうですね。まあそれだけやっぱ美味しいですからね。まあね。こちらホロホロ町のもも肉で、はい。あと今酢の物、あとつくねとうずら。やわらかい。旨味に飛んでるね。大丈夫ですか？シャモの。シャモのささみ、はい。トマトとはい。味噌で上に丼が乗ってはい。大将秋田出身らしいですよ。だから丼が。ねえ、結構多いの。多分大丈夫ですか。結構来てますよ。ようやくエレフランスが入ってきたらしいですね。あ、みたいですね。ね。おお。すごいね。中がすごい。中がすごいってエロいっすね。おお。ずいぶんエロい焼き方するな。焼き物がはい通りで、はいでご飯物を出はいして、もし食べれそうでしたら、はい。あ、最後じゃあいっぱい締めついて12000円ですよね。はい。とんでもなが出てますね。いや、すごいっすよ。めちゃくちゃすごいと思う。いやー、やりすぎ感。千葉県の中とかだったら、あー、でもそれでも高いって言われるんですか。1万超えたら焼き鳥で1万超えるのかみたいな。いやー、そうですよね。田舎でも同じぐらいしますよっていうのは僕の動画で広めていけば多分職人はやりやすくなるはずなんですよ。戻りやすいですね。はい、戻ってほしいんですよ。僕全部東京にいてほしくないですよ、地方の人って。まあ、秋田で出せるなら出したいですけど、受け入れられない。そういうことですよね。批判されるんですよ、高いって。高いって言われちゃう。高いって言われても、知られるものを使ってるので、そこをもうちょっと分かりやすくしたいなとは思うんですけど。美味しいものは美味しいです。はい。みんなね、鳥貴族の鳥かポン酢でね、まああれもうまいけど違うもんじゃないって、ブロイラーでね。地鶏の区別がついてないからそもそも。そうですね。はい。なんでこの高いの？300円400円1本するのが残念っていうコメントめっちゃ見るんですよ。俺それ見て残念な気持ちになるんですよ。そうじゃないじゃん。ここが入り口になってなんか、あ、まあそうですね。どんどん行ってもらえればまた面白い。おお、すごいすごい。マサリとシルクスイートの炊き込みご飯。漬物の方がまあきゅうりのキューチャンスの佃煮とあと紅くるりのかぼす大根。私はそう思う。いや、めっちゃ美味しかったです。本当に最高でしたマジで。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some
things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.